どうもこんにちは。今回はファミコンのテストカセットを作ります。手持ちのファミコンにブラックアウトして起動しないのがあるのですが、電源を入れた直後にブラックアウトすると情報が少なく、故障箇所を探すのも大変です。そこでスーファミのバーインテストのような故障原因を絞り込むツールが欲しくなります。いろいろとネットで探していたのですが、いいのがありました。名張市つつじが丘おもちゃ病院の大泉さんが作られたテストカセットです。概要欄にリンクしています。診断プログラムの設計資料と開発リソース、取説などが公開されていますので、詳細はそこでご覧ください。既存のカセットを改造して作ることになるのですが、このように簡単な材料で作ることができます。画面の表示ができないファミコンでもエラーの状況を LED で表示しますので、診断が行えます。とても強力な診断ツールですので良さそうです。それでは作業に取り掛かります。まず基板を取り出します。今回はプログラムロムに IC ソケットをつけてフラッシュロムを取り外しできるようにして、簡単にプログラムを書き換えれるようにします。なのでプログラムを書き換えるたびのケースの開け閉めが面倒なので、ケースなしで運用します。そもそもそのままでは IC ソケットの厚みでケースは閉まりません。カートリッジはアナスを改造します。ロムイメージはアナスとセクロスのものが用意されていました。他のカートリッジでもプログラムロムとキャラクターロムの両方を交換すればできるものが増えそうですが、この2つならプログラムロムの交換だけで作れるのでおすすめです。アナスは重さによって当たり外れがあります。重いものは紫外線消去窓のついた EP ロムが使われていて、ロムのデータを消して再利用できるので、チックが一つ使い回せます。今回は外れでした。ネットで買うと重さがわからないので仕方ないですね。オリジナルの診断プログラムのカセットとは別に、後々自分でも診断プログラムを作りたいので、もう一つアナスを買っています。もう一回ロムガチャを引いてみましょう。こちらも外れでした。やはりこういったガチャで当たったことはありません。ちなみにもう一つのセクロスも確認してみましたが、ご覧のように L 字型の基板ですので、部品の配置に苦労しそうです。ということで、改造にはアナスの方が良さそうです。左下の大きなのがプログラムロム、右下の大きなのがキャラクターロムです。右下のキャラクターロムと真ん中の大きなタスコン以外の部品は必要ありません。取り外します。まず既存のハンダに強小ハンダを足します。融点が下がってハンダが吸い取りやすくなります。グランドや5ボルトの大きなパターンにつながる足はハンダが吸い取りにくく残ることが多いので、しっかりとなじませます。足を少し揺すりながら動くのを確認してから吸い取ります。
この改造で一番大変な作業は部品を外すところです。あとはハンダ付けができれば簡単です。基板のタターンをカットします。場所は黒の点をマークしている部分です。5箇所ですね。説明書ではプログラムロムの上位2ビット A13 と A14 をグランドに落として固定するようになっていましたが、回路の取り回しが簡単になるのでカードエッジにそのまま接続してロムイメージを 32KB まで繰り返し書き込むことにします。カットし損なうとショートして本体を傷める部分がありますので、切断されたかテスターでしっかり確認してください。詳しい回路図などはリンク先の資料にありますので、そちらをご覧ください。ロムはソケットで後から書き換えできるようにしておきます。このロジック IC を左上の部分に取り付けます。取り付ける前にテストしておきましょうか。T418 プログラマーを使います。プログラマーですが、ロジック IC の簡単なテストもできます。問題ありませんね。切り欠きのある方が左です。方向を間違えないように注意してください。ここをショートさせます。もう一つ、ここもショートさせます。塞がれているスルーホールを使えるようにします。この小さな方のパスコンは使われていませんでしたので取り外します。
予定を変更してオリジナルから少し変更します。基板の配線の取り回しだけですので、回路に変更はありません。ここをカットします。ここもカットします。ここもカットします。ここもミスすると部品を壊します。忘れずにテストしてください。カセットのクロックを測定するためのテストポイントを作ります。こっちがファイ2です。こっちがグランドです。このようになります。LED を取り付けます。赤がレダー表示、緑がエラー番号、黄色がクロック信号があるかどうかです。3ミリのサイズがきれいに収まります。LED は取り付ける方向があります。足の長さに注意して取り付けてください。足はこのように隣のスルーホールにショートさせます。この緑の LED の長い足は残しておいてください。このように隣の5ボルトと接続します。ちょうどいい穴がありますが、穴の縁に頭白がむき出しになっています。短い方の足の根元を絶縁します。こっちの5ボルトもつなぎます。黄色の LED は取り回しのいいこちら側へつけます。次は配線です。
ここからファイ通信網の表示部分です。ファイ通信網は CPU からカートリッジに対して出力されるシステムクロック信号です。トランジスタはこれを使いました。足はこのように加工します。コンデンサと抵抗とトランジスタを接続します。ここは空中配線で混み合っています。ショートしないように注意してください。これで基板の改造は終了です。さて、書き込むロムイメージの準備をします。ロムイメージはリンク先にありますが、いくつか同じようなのがありますのでご注意ください。ハーカという 2KB も使います。このファイルを16個繰り返して書き込んで 32KB のデータを作ります。エラー表示をアドレスバスの上位4ビットを使って表示するので、その全パターン16個のイメージが必要になるわけですね。簡単なジャンプ命令だけでエラー情報を表示させることができるので、瀕死のファミコンでもエラーの状況を知ることができます。よく考えられてますよね。素敵です。出来上がった 32KB のロムイメージを書き込みます。この EEPROM を使います。一般的な UV-EEPROM と金配置が同じで、紫外線を当てる必要がなく、ロムライターを用いて電気的にデータを一括消去、再書き込みができます。レトロゲーム機で使うにはとても便利なロムです。ファイル名は違っていますが、先ほど作ったロムイメージと同じものです。それでは書き込みましょう。これで書き込み完了です。ロムを基板に取り付けます。厚みがありますので、ケースには入らなくなります。それではテストしましょう。
いつも使っている正常なファミコンです。黄色のクロックはいいですね。9種類のテストを順番に行い、そのテスト番号を緑の LED を使って2進数で表示します。エラーが出れば赤の LED が点灯します。正常なファミコンですが、赤の LED が点灯しています。何かおかしいですね。最後は緑の LED が順番に点灯します。どうやら緑の一番左と赤の LED を逆に接続していますね。修正します。正しくはこのような配線になります。もう一度テストします。まだエラーがありますね。011でエラーが出ています。このテストは CPU から PPU を介してプログラムロムの内容が正しく読み出せるかテストします。本体は普通に使えていますので、カセットと差し込み口の接触が怪しいですね。ファイ2の周波数も確認します。先ほどおまけで追加したテストポイントを使います。測定は PLJ0802E です。デジタルで表示できるので、きっちり測定できていいです。真ん中のテストポイントがグランド。黒ムラムロモの上がハイ2です。LED が明るすぎて見えないですね。なんとか見えるでしょうか。正常に出ていますね。カセットの端子は最初に無水エタノールで掃除はしているのですが、甘かったでしょうか。もう少し強いのを使って掃除します。端子がテカテカになりました。これでどうでしょうか。エラーが消えましたね。さすが一発解決と書かれているだけはありました。他のテストも大丈夫そうです。すべてクリアしましたね。これにて作業は完了です。この診断ツールを使ったファミコン修理の様子はまた別の動画でご紹介しようと思います。このテストカセットを作られた
作者のブログを読ませていただきましたが、とても興味深い刺激になる活動をされていました。皆さんもぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたならチャンネル登録をお願いします。それではまたこの作業台でお会いしましょう。